はい、皆さんこんにちは。レトギビーキです。今日はここにずらーっと並んでますけれども、私の大好きな携帯ゲーム機任天堂 DS ライトの前職レビューをやっていきたいと思います。任天堂 DS ライトは DS のソフトはもちろんゲームボーイアドバンスのソフトも遊べるということで、発売からそろそろ20年経つんですけれども、近年人気が再燃しています。これから DS ライトを買おうかなと思っている方や、こんな色持ってたなと、懐かしながらご覧いただけたら嬉しいです。それでは早速一つずつ見ていきたいと思います。まずは基本のカラーバリエーションなんですけれども、全部で8色あります。それぞれ発売した日にちが少しずつ違いますので、発売順に紹介していきます。まずはじめに紹介するのがこちらのクリスタルホワイトですね。カラークリスタルホワイト、こちらが2006年の3月2日に発売した、カラーになります。最初はこの1色だけ発売されたみたいですね。なんかいきなりいろんなカラバリが発売されたような印象があるんですけど、まずはこのホワイトが発売されたみたいです。でこちらすごくシンプルなデザインですごくおしゃれですね。じゃあちょっと中を見ていきたいと思います。はい、本体はこんな感じですね。ほんと真っ白でシンプルなボディカラーになっています。このホワイトやっぱりすごく数が出たカラーだと思うので、お店でもよく見かけると思います。服装など選ばないニュートラルな印象かなと思います。20年くらい経ってるとは思えないくらい今でも通用するようなすごくシンプルでかっこいいデザインですね。はい、次に紹介するカラーは2006年の3月11日に発売されたこちらのエナメルネイビーになります。すごく落ち着いたカラーですごくかっこいい感じですね。ちょっと中の本体の色も見てみたいと思います。はい、こちらがエナメルネイビーの本体色になります。もうちょっとパッと見黒に見えそうなぐらい深いブルーですね。紺色、深い紺色という感じで、とても大人っぽい印象の DS ライトですね。中身もこういった感じですごく落ち着いた印象のカラーかなと思います。はい、次に紹介するカラーはこちらも2006年の3月11日にエナメルネイビーと同時発売だったアイスブルーになります。こちらのカラーもよく見かけますね。相当数が出たんじゃないかなと思います。結構ハードオフとかいろんなリサイクルショップでもこの本体よく見かけますね。そのぐらいたくさん売れたんじゃないかなと思います。じゃあ本体色見てみたいと思います。はい、こちらがアイスブルーの本体色になります。すごく淡い水色ですね。少し黄緑がかったような、淡い水色です。すごく爽やかでいいですね。はい、全体的にはこんなカラーリングになっています。で開けますとこちらも一色、この淡いブルー一色ですごく爽やかな印象の DS ライトです。はい、次に紹介するのはこちらのノーブルピンクです。カラーリングノーブルピンクになります。こちらは2006年の7月20日に発売されました。こちらはもう淡いピンクですごく春らしいカラーなんですけども、発売時期は夏に出てるんですけど、
もう女性に大人気ですね。このカラーは男の子だけじゃなくても女の子はこのカラーで遊んでた方も多いのかなと思います。ちょっと中の本体色見てみたいと思います。はい、本体色このような感じですね。ノーブルピンク、本当に淡いピンク色という感じで、若干サーモンピンクのような少し黄みがかったようなカラーリングになっています。そこまでこうビビッドな色じゃないのですごく溶け込みそうですね、いろんな場所に。で中もこういった淡いピンク色になっています。はい、次に紹介するカラーはこちらのジェットブラックです。こちらの発売日は2006年の9月20日に発売されました。先ほどのピンクが発売されてから、約2ヶ月後に出たカラーなんですけども、この DS ライトはもちろん子供だけじゃなくて大人もすごく当時ハマったゲーム機で、脳トレなんかも、すごく人気でしたけども、そういった多分大人向けに、出されたカラーなんじゃないかなと思います。すごくシックでかっこいいんですけども、ちょっと本体色見てみたいと思います。はい、こちらがジェットブラックの本体カラーになります。いやめちゃめちゃ渋いですね。やっぱり黒だと一気にこう締まるというか、ぐっと大人っぽい印象になるんですけど、ただやっぱり指紋が結構目立つっていうのは、黒の、どうしてもしょうがないところかなと思います。でも私が普段よく持ち歩いたりするカラーはこちらのジェットブラックをよく使っています。はい、裏面もこういった黒の感じですね。はい、中は表面は光沢のあるブラックで、中はこうマットなブラックになって、またちょっと質感が違うようなカラーになっています。はい、次に紹介するカラーはこちらのグロスシルバーです。で発売日が2007年の6月23日ということで、先ほど紹介したジェットブラックから、約1年後ぐらいに出た新色になります。ちょっと中身を見てみたいと思います。はい、こちらがグロスシルバーの本体色になります。やっぱりこのちょっとラメが入ったような光が当たるとキラキラと輝くような質感がありまして、今までの色と比べてもやっぱり一線を画すようなプレミア感を感じますね。全体にわたってすごく統一感のあるシルバーですごく高級感があって、個人的にはすごく好きなカラーですね。で中はこんな感じのシルバーになっています。はい、次のカラーはこちらのメタリックロゼです。こちらは先ほどのグロスシルバーと同時発売で2007年の6月23日に発売されました。さっきのシルバーがどちらかというと男性向け、こちらのメタリックロゼが女性向けなのかなということで、多分2色同時に発売されたのかなと思います。じゃあちょっと中身も見てみたいと思います。はい、こちらがメタリックロゼの本体カラーです。多分画面越しだとちょっとゴールドっぽい雰囲気に見えてるかなと思うんですけど、ピンクもそんなにピンクっぽくない、本当にロゼという感じで、上品な淡いピンク色という感じですね。本当に大人の女性が使うようなちょっと化粧品のようなイメージですね。もちろん男性が使っても全然いいんじゃないかなと思うようなカラーリングです。で中も、こういった一色統一されたすごく洗練されたカラーリングの本体色です。はい、そしてこれが、カラーバリエーション最後の
最後に発売されたカラーになります。これがクリムゾンブラック、クリムゾンとブラックのツートーンカラーになりますね。こちら発売日が2007年の10月4日に発売されました。先ほどのメタリックロゼ、グロスシルバーから約4ヶ月後に発売されたカラーになります。こういった2色パターン、ツートーンはこのカラーのみになりますね。通常のカラーバリエーションだと。ちょっと中身も見てみたいと思います。はい、こちらクリムゾンブラックの本体色なんですけれども、このクリムゾンの部分、こちらもメタリック仕様になっていて、こうラメが入ったようなキラキラと輝く仕様になっています。でこちらブラックはマットなブラックになってますので、このツートーンがすごく、大人っぽくてかっこいいなと思います。すごく今でも人気のカラーですね。結構高く、他のカラーよりもちょっと高かったりしますね。で中はブラックになっています。この外と中のこのカラーの違いがすごくいいですね。はい、ということで今回は Nintendo DS Lite のカラーバリエーション8色を、紹介させていただきました。DS Lite はもう1個持ってればお出かけする時とかに持ってるとすごく、遊べるゲーム機なので、これからの季節にもすごくぴったりのゲーム機だと思いますので、これから買おうかなと思っている方は、カラーバリエーションの参考にしていただけたら嬉しいです。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。